はい、ボノボの研究をしている横山拓正です。今日はボノボの記憶と認知能力について話していきたいと思います。去年の12月にボノボの記憶と認知について面白い実験をした論文が発表されました。今日はその論文について解説をしながらボノボの記憶について話していきたいと思います。まずボノボの記憶について話す前に2つの写真をご覧ください。1つ目の写真は1992年に撮られた写真で、ご覧の通り生まれたばかりの赤ちゃんの写真でとても可愛らしい赤ちゃんですよね。2つ目の写真は2018年に撮られた写真で、1枚目の赤ちゃんと同じ人物の写真です。生まれた頃のあの可愛かった姿は見る影もなく、一体どこで何を間違えたらこのような姿に変わってしまうのか甚だ疑問ですよね。さて今日の本題、ボノボの記憶能力について話していきたいと思います。先日ボノボの記憶能力についてとある実験をした論文が出版されました。ニュースでは26年前に別れた妹のことを覚えていたボノボということで大きな話題になりました。この論文でどんな実験が行われたのか簡単に解説をしていきたいと思います。ニュースではボノボの記憶能力について取り上げられていたのですが、この論文ではボノボとチンパンジー、パン族2種を対象とした実験が行われました。実験対象のボノボまたはチンパンジーに以前一緒に暮らしていたグループメイトの写真と全く知らない見知らぬ個体の写真を見せた時に、どのくらいその写真に注目するのか凝視するのかを比較した実験です。この実験ではボノボもチンパンジーも知らない個体の写真よりも以前一緒に暮らしていたグループメイトの写真の方を長く注目して見つめるという結果が見られました。さらにこの実験の中でルイーズというボノボが以前一緒に暮らしていた妹のロレッタと甥のエリンという個体をより長く注目して見つめるという驚くべき結果も発見されました。実はこの3頭のボノボたちは26年前に生き別れたボノボたちだったんですよね。実験が行われた時、ルイーズは約46歳で、3頭が生き別れた時の当時に近い写真、ロレッタが約18歳だった時の写真とエリンが約0歳だった時の写真で行われました。つまりルイーズは18歳の時の妹のロレッタと0歳の時の甥のエリンのことを26年経った後でも覚えていた、記憶していたと考えられます。仮に今私に18歳の妹と0歳の甥がいて生き別れたとして、26年後に当時の写真を見せられても妹と甥のことを覚えている自信はありません。もしかしたら18歳の妹ならわかるかもしれませんが、特に0歳の甥のことを26年後も覚えている自信はありません。この実験からルイーズというボノボは少なくとも私よりも優れた記憶能力を持っているのだと考えられます。はい、ボノボの記憶能力と認知能力についてお話をしました。私たち人に最も禁煙な類人猿であると言われているボノボですが、ひょっとしたらボノボたちは私たち人よりも優れた記憶能力と認知能力を持っているのかもしれませんね。